勝彦水野です。写真家で京都の風景をテイクピクチャーしております。約50年以上、60年近く京都の町家に写してます。そうですね、これがね、町家の中の小さな庭、坪庭って言います。家の中に光が差しにくいとか、あるいは空気の流通とか、それを良くするために庭の空間が必要なんですね、家の中に。で、その機能性って言いますか、そういう役目も果たしながら、しかも水を打ちますと冷たい空気が、蒸発した冷たい空気が家の中を流れていく。そういうことによって家の中でエアコンディションのクーラーなしで生活ができるとか、それが坪庭の魅力、最大の魅力ですね。縮小ですね。そういう自然の風景をここで小さく作り上げてるっていうのがこの坪庭です。それと次に、庭の最もその庭を形作っている要素っていうのはこの石なんです。で、この石が京都の洛北って言いますか、京都の山から流れてきている川、つまり京都の人の生きていく上の水を与えてくれる川がいくつも京都には流れてるんですよね。ということは、この石が川を代表してるんですね。京都は湿度が高いんですよね。湿度が高いことによって木が安定的に育ってるんです。で、特にこの坪庭っていうのは周りが建物で囲まれている空間ですので、日の日照が悪いんです。日照が悪いから、日照が悪くても育つ木や草が植えられてます。それと基本的にはね、あまり花を咲かせない、花が咲かない木とか草を植えるのが基本的ですね。で、木の一つずつの説明申し上げますと、一番向こうの牧の木がお庭の中で一番メインの木っていうのは松なんですよ、日本人は。とは小さいお庭なんで松の木が育ちにくいんで、こちらは牧ですね。次、要餅っていうのは家にあります。つまり豊かに、金銭的に豊かになるということで金餅を入れる。で、南天は冬になりますと赤い実をつけてくれますんで、冬枯れの時にその赤い芽が小さいんですけども、見た目でその木々、草の緑がすごく人間に優しいんですよね。それがやっぱりこの庭に緑の木をたくさん、緑の植物をたくさん入れるっていうのが人間にとってもすごく健康上もいいことだと思います。で、夕方仕事が終わって疲れた夕方の夕食前のひとときをここの庭に座って庭をぼーっと見てますとね、自分の心を取り戻せるっていうか、体の疲れ、心の疲れを取り戻せてくれるんで、それでこの庭がものすごく役目を果たしてくれてると思いますけど。Thank you for watching this episode of Sometime in the Garden. To join in on the conversation, click like and subscribe.